ボス対決で一番強い機体は何だと思うのだ？アーキバス・バルテウス、オールマインド号、僕羽、カタフラクトだと思うのだ。カタフラクトですか。この機体中ボスですけど。いややちゃん、こいつの機体の特性を思い出してほしいのだ。こいつは正面以外一切攻撃を受け付けないのだ。プレイヤーなら正面を狙うのは簡単なんだけど AI 同士の戦いではきつい要素だと思うのだ。確かにそうですね。というかなんで正面にも装甲をつけなかったので。というわけで今回はカタフラクトと全ボス最強クラスの火力を持つアーキバス・バルテウスを戦わせるのだ。では配置についてもらいまして、カウント3、2、1、スタートなのだ。さあ開幕はカタフラクトの突撃がアーキバス・バルテウスのバリアを削ります。アーキバス・バルテウス、側面に回って攻撃態勢なのだ。しかしさすがカタフラクト、これを華麗に回避。ならばレーザーで潰すのみと攻撃に出ますが、ダメージ49だと。一体どんな装甲で覆われているのでしょうかね。しかしプラズマが弱点にかすった。かすれただけで6500ダメージ。やはり素の火力はさすがですね。しかしそれも弱点に当たらなければ32ダメージとなっております。衝撃値すらたまらないのですね。弱点に当たらなければ。さてバリアが剥がされたが、追撃はありませんでしたね。カタフラクトは一体どれだけの火力が出るのか気になりますね。ラスキバリの精密射撃を見せるスネイルさん、さらに追加で半分まで持っていったのだ。これはもしや早々に決まってしまうのか？いや、これは多分運が良かっただけですね。カタフラクトの真の恐怖が来るのはここからです。カタフラクトもレーザーショットガンで反撃なのだ。追撃はそこそこといった感じですね。AP 的には圧倒的有利のアーキバス・バルテウス、早々に決着をつけたいが、レーザーショットガンは一瞬でスタッカーを取る。ここで追撃が入るか？さすがにバリアの再展開が早いですね。なおプラズマで反撃しても24ダメージに落ち着く模様。何でできてんだあの装甲は？小島でも練り込まれているのでは。ならしょうがないねとか言っていたらアーキバス・バルテウススタッカーなのだ。ちょっと雲行きが怪しくなってきましたね。追撃は入れられなかったけどまた衝撃値を一瞬で貯められるのだ。またスタッカーですね。ミサイルの追撃が来るがバリアを張って防いだと思ったらまた一瞬で剥がされたのだ。いよいよカタフラクトの進化を発揮していますね。最初にもらったダメージ以外で一切攻撃をもらっていません。一方アーキバス・バルテウスはじわじわとダメージをもらってまずいロケットが刺さる。ギリギリバリア張って救われましたね。カタフラクトタックルでバリアを消し飛ばす。さらにミサイルを先出ししてレーザーの追撃に合わせたのだ。アーキバス・バルテウスの AP は残り7割といったところ。ちょっと待ってください。今一瞬で取りましたよ。スタッカーが解除された 0.5 秒後にもう1回入れたのだ。カタフラクト普通に火力も高いですね。アーキバス・バルテウス第2形態、火力も一段と上がります。必殺のプラズマライザーソードなら届くか？ 9割9分ダメージカットされても1200ダメージ叩き出してますね。それでも削り級には全然足りないですが、ほぼフルヒットしたたったこれだけしか削れないのだ。スネイル絶句してますよ。これは中間管理色パワーを出すのがスネイル。さてお互い距離を取りまして、一旦体勢の立て直しなのだ。双方遠距離武器でお茶を濁していますが、ミサイルが直角ターンして刺さる。さらにレーザーショットガンでスタッカー。これはまずいです。スネイルロケットが刺さる。ついに AP が逆転されてしまいました。さらにタックルで大ダメージ。やはりまともにカタフラクトに勝てる相手などいないのでしょうか。頑張れスネイル。上バリア張った直後に8割持ってかれた。スネイルはレーザーで勝負に出ますが、許されない。さらにそこからロケットの追撃なのだ。もうスネイルの AP は残り 15% といったところ。しかしプラズマがかすって3000ダメージ。そこからのレーザーの追撃はダメみたいですけどプラズマは入ったのだ。やはり当たれば火力は最強。 AP を5分まで持っていきました。しかしカタフラクトもバリアをロケットで吹き飛ばしているのだ。さらにタックルも鬼マ。下手の華麗に回避されましたね。その機動力が違いますからね。さあ互いに距離を離して牽制なのだ。先にスタッカーを取った方が勝ちを決めそうです。いけるか？プラズマソードで削れるでしょうか。差し湯型スネイル。いけます。あと一撃なのだ。スネイルここまででしょうか。早く退避を。タックルが来るのだ。これは痛いですね。 AP が互角なカタフラクトは圧倒的有利。スネイル早くバリアを再展開するのだ。これで一安心ですが、油断したらバリアを一瞬で剥がされて追撃でドボンなのだ。あとほんの一発なのですが真正面に捉えました。今だスネイル。ぶった切れなのだ。これは刺さりますね。おお、よく勝ったよく勝ったのだスネイル。あの最強のカタフラクト相手によく。でそこまでな感じで認識してたのですか。いや実はですね、僕は裏で20回はやってたんだけどスネイルは1回も勝てなかったのだ。確率 5% を引いたのですね。偉いぞスネイル。残業を100時間に減らしてあげるのだ。だいぶ減りましたね。
今回はアキバスバルテウス VS カタフラクトをやってみたのだ。カタフラクトの走行が硬すぎましたね。小島が金属粒子レベルでフレームに織り込まれていたのだ。小島フレームとかいいこと一つも起こらなそうなのでやめてほしいです。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価してくれると嬉しいのだ。